今回はゴールド投資を再考したいと思っているよ。ゴールドに関しては2024年3月にゴールド投資の基本について解説した動画があるので、まだ見ていない人は見てみてね。基本はその動画で十分だと思っていたけど、その動画を公開した後、ゴールドの動きが理解できなくなってきたんだよね。詳しく後で説明するけど、ゴールドの上昇要因って前回の動画で説明したけど、いくつか知られているんだけど、その動きでは当てはまらない動きを昨年したんだよ。昨年は 27% 上昇で大きく上がったけど、セオリー的にはそれほど上がる感じではないというのがゴールド投資家の印象だったよ。中国が買ったとかいろいろな説明はされてきたけど、今一度なぜ上がっているのかの解釈が必要だと思い、この動画を作ったよ。自分の考えが正しいとすると、今の環境ではゴールドを投資すべきか、よく考えてみる必要があると思っているよ。あまりもったいぶって説明するのが好きではないので、いきなり自分が考えた上昇要因について説明するよ。一言でまとめると、米ドルを含む通貨の信認の低下が起こっているのではないかと思っているよ。これでピンときた人は、よくマクロ環境を勉強しているね。言っている意味がわからない人も大丈夫。ここから説明していくよ。その説明の前に、ゴールドの価格の動きを振り返ってみよう。まずは、月足チャートでドル建てゴールドの長期的な動きを復習しよう。2011年ぐらいまで上昇を続けたゴールドは、一旦そこでピークをつけ、2012年、2013年で調整し、その後は横ばいが続く展開だったよ。そして2019年から再び上昇をし始めて、コロナショックを経て、2020年に一度ピークをつけるよ。その後はまた横ばいが続き、2022年には利上げの影響で調整したよ。2022年に秋に反発し、また上昇トレンドに移るも、上にブレイクがなかなかできなかったけど、2023年秋ぐらいからまた上昇をし続けて、昨年大きく上昇したよ。こちらがゴールドの週足チャートだよ。2023年のイスラエルとガザの問題で下がりかけていたゴールドは上昇に転じて、一旦ピークをつけて横ばいとなっていたよ。ここら辺まではセオリーが通じていたところだけど、その後、2024年3月から急激に上昇していったよ。これについて説明する前に、ゴールドの基本を復習しよう。ドル建てゴールド価格とは何かというと、ゴールドと米ドルの交換レートのことだよ。ゴールド価格はゴールドの価値だと思うと、ゴールド価格はわからなくなるよ。FX とかやったことがあるかわからないけど、ドル円と言ったら、ドルと円の交換レートだよね。それと同じで、ドル建てゴールド価格はゴールドと米ドルの交換レートだよ。ゴールドって一部宝飾品とかで使われるけど、ほとんどそのものは使われないよ。多くの人は投資としてゴールドを買うよ。これは他のコモディティと違うところで、原油、銅など他のコモディティは産業利用されるので、需要が多い、少ないが、そのコモディティの価値に影響を与えるよ。一方で、ゴールドは産業利用がなく、また生産コストが高くなって少なくなってきているので、供給も一定の制限があり、そういったものにゴールドの価値は影響されにくいよ。何が言いたいかというと、ゴールドの価値って絶対ではないけど、あまり変わらないものだということだよ。そんなわけがないよ。ゴールド価格が変わっているってさっき説明したよね。そう思ったかもしれないけど、それはゴールドの価値が変わっているのではなく、米ドルの価値が変わっているよ。ゴールドと米ドルの交換レートなので、米ドルの価値が変わるとゴールド価格が変わるよ。では、米ドルの価値ってどう変化するのかを説明するよ。インフレになると米ドルの価値は下がるよ。インフレとは
物の値段が上がることだと思っているかもしれないけど、そういう場合もあるけど、一方で物の価値は変わらず、米ドルの価値が下がっているだけのこともあるよ。金利が上がると、米ドルの価値が上がるよ。米ドルで米国債を買うと、金利分の米ドルがもらえるので、金利が上がると、たくさん米ドルを持っている方が良くなるよね。そういう意味では、米ドルは米国債と言い換えても良いかもね。他の通貨の価値が下がると、相対的な話だけど、米ドルの価値は上がるよね。ユーロドルでユーロが上がると、相対的に他の通貨と比べて米ドルの価値が上がっていることになるよね。これをゴールドとの関係で整理すると、インフレはゴールド価格の上昇要因となるよ。金利上昇はゴールド価格の下落要因になるよ。最後は、他の通貨が下がっている時って、米ドルの価値が上がっている時なんで、ゴールド価格の下落要因になるよ。これがゴールド価格の変動要因のセオリーとなるよ。では、もう一度ゴールド価格を見ていこう。2024年3月以降の上昇がセオリー通りではなかったということだよね。インフレについて、インフレは何を見るのが良いかは難しいところだけど、10年ブレイクイーブンインフレ率のグラフを示しているよ。10年の期待インフレとなるよ。この期間、多少の上下はあったけど、おおむね横ばいだったよ。すなわち、インフレはゴールド価格の上昇要因となっていないよ。金利、10年債利回りを見てみると、3月ぐらいは、むしろ金利は上昇していたよ。その後、横ばいになって、8月のショックで下がったものの、また、年末にかけて上昇していったよ。トータルでは、横ばいからやや上昇という感じだね。金利が下がると、ゴールド価格が上がるので、これも当てはまらないね。為替は、ドルインデックスという指標で見るよ。これは、米ドルが他の通貨に対して上昇したかどうかを見るもので、ユーロが巨大なので、ユーロドルの影響を大きく受けるよ。こちらも3月ぐらいはむしろ上昇し、8月のショックで下落するも、年末にかけてまたかなり上昇してきているね。ドルインデックスが下がると、ゴールド価格が上昇するので、これもセオリーに当てはまらないね。こうやって見ると、昨年、ゴールドが大きく上昇した理由が見当たらないね。地政学リスクとかもゴールドの上昇要因となるけど、イスラエルの問題は2023年なので、それも当てはまらない。なぜ上がったかよくわからないのが2024年だよ。中国の中央銀行が買ったとか、中国株が不調なので、中国の個人がたくさん買ったとか、いろいろな説で説明されているよ。もちろん、それらも影響していると思うけど、もっと何か別のストーリーがあるのではないかと思って、今回考え直してみたよ。もし、そのストーリーが今後継続するならば、昨年大きく上がったけど、ここからさらにゴールドを買っていく必要があると思っているよ。2024年に何が起こったか、いろいろな角度で見ていこう。ドルインデックスの解釈はこうなるよ。ゴールドの価値ってあまり変化しないと言ったよね。ゴールド価格が上がったのだから、米ドルは弱かったと考えるべきだよ。ただ、ドルインデックスも上がっているので、ユーロなどの他の通貨は、その米ドルよりもかなり弱かったという解釈になるね。これはなんとなくわかるよね。欧州経済は弱く、特にドイツが不調なのはよく知られていることだね。他の国も経済は強い感じではなく、政治も混乱しているので、ユーロがかなり弱かったというのは、それが現れていることだと思っているよ。ただ、これではゴールドに対して米ドルが弱いヒントにはならないね。ドルインデックスではよくわからないので、次に金利を見ていこう。直近、また金利上昇しているね。これについて考えてみよう。2024年10月2日の記事だけど、あの有名なドラッケンミラーは米国債をショートしているんだね。
2024年10月22日の記事だけど、ヘッジファンドマネージャーのポール・チューダー・ジョーンズは、政府支出が債券市場で大規模な売りを引き起こし、金利が急上昇する懸念を表明をしているよ。著名な投資家は金利上昇を見ているんだね。その原因の一つとして政府支出があると考えているんだね。米国の財政赤字は2024年度にコロナ以降で最大となる試算だったよ。これが GDP に対する米国政府の利払い支出の数値だよ。2000年代はコロナ後の2021年ぐらいまではずっと横ばいだったけど、そこから大きく上昇しているね。すなわち借金返済が大変になっているということだね。こちらが1月8日の FRB ウォラー理事の発言だけど、ここでも財政赤字への懸念について述べているね。それが長期金利上昇の背景と説明しているよ。財政赤字を引き下げなければ長期債利回りが上昇し続ける。そしてそれが始まっていると警鐘を鳴らしたよ。財政赤字がやはりキーワードだね。あと1月9日のロイターの記事だけど、次期政権の記載政策変更も長期金利の上昇に影響していると述べているよ。トランプ次期政権はバイデン政権の短期債変調の現行政策の見直しを迫られるとのことだよ。イエレン財務長官は償還期間が1年以下の財務省短期証券の記載を増やしてきたよ。これは長期金利を上昇させないため、長期債の記載を減らしてきたということだよ。債券も需給で価格が決まるため、たくさんの長期債を新たに発行すると、長期債の買い手よりも売られる量が増えるため、長期債が売られ、長期金利が上がることを懸念したということだよ。ただ、短期債はすぐに償還期間が来て、その借金をまた債券発行して賄わないといけないので、あまり短期債ばかりに偏るのは良くないよ。それをトランプ次期政権が修正しないといけないということだよ。長期金利の上昇につながるね。日本時間の1月9日に発表された FOMC 議事録では、ほとんど全員がインフレのリスクが上昇したと認識していたよ。インフレリスクも金利上昇の要因となっているね。10年ブレークイーブンインフレ率は直近上がってきているものの、昨年の高値は超えてないので、まだレンジの中だね。インフレリスクが今後、さらに注目されていくと、ここよりも上昇していくかもしれないね。インフレも米ドルの価値を下げる要因だよ。視点を変えて、米国以外の状況を見ていこう。日本やイギリスは直近、金利上昇が見られているね。フランスは政局が混乱し、金利も上昇しているね。中国の景気は不調で、今年は大規模緩和を打ち出していく方向だよね。また、米国と中国の対立で脱ドルが進んでいると言われているね。ブラジルも債務問題で通貨が売られているね。インドやサウジアラビアもドル以外の決済をしたり、脱ドルが進んでいるね。米国だけが景気が強い状態を維持しているね。これが日本の10年債利回りの週足チャート。低金利が当たり前だったのに、今では右肩上がりで上昇していっているね。イギリスの10年債利回り。2022年のトラスショックの水準を超えて、さらに上昇している状況だね。中国の10年債利回り。こちらは他とは違ってデフレが進んで大規模緩和ということで利回りは下がってきているよ。為替も中国元は米ドルに対して売られて安値を更新しそうな状況だよ。インドルピーも米ドルに対してずっと安定してきたけど、2024年の秋ぐらいから売られつつあるよ。こんな感じでどこも良い状況ではないね。ちなみにこの赤枠で囲った日本、中国、イギリス、サウジアラビア、インドが米国債の保有が多い国だよ。米国は
海外の国が結構米国債を買っているよ。ただ、このところの外交政策により、中国、インド、サウジアラビアとは距離を取ったことにより、米ドル決済を減らそうとしているよ。これらの国は、できるだけ米国の影響を減らしたいと思っているよ。例えば、中国は原油は輸入している国だけど、EV を大幅に増やすことで、原油消費を減らして、米国の影響を減らしたいと思って進めているよ。これにより何が起こるかというと、決済として米ドルを買う人が減っていっているということだよ。これは重要なポイントで、決済でドル資金ができると、米国債を買っておくモチベーションができるけど、その決済で米ドルが使われなくなっていくと、米国債を買う理由もなくなってくるということだよ。すなわち、米国債の買い手が減っていくということだよ。中国、サウジアラビア、インドという従来の米国債の買い手が減っていくのが、米国債にとって重要なことだよ。では、残る日本、イギリスはどうかというと、金利が上昇しているよ。金利が上昇すると、積極的な財政や緩和が難しくなるよ。そんな状況で、果たして米国債を積極的に買っていけるかだね。これまで日本は低金利だったので、そこで調達して米国債を買うのができたけど、金利が上昇してもそれができるかだね。こう考えると、米国債の買い手が減っているということがわかるよね。そもそも米国は金利が上昇したのに、なんで米ドルが買われるんだよね。イギリスとか2022年に大幅に金利上昇したのに、ポンドは売られたよね。これは米ドル、これは米国債と一体だけど、米ドルが基軸通貨だからだと言われるよ。基軸通貨は世界各地の決済手段として通貨の価値が安定していると言われるよ。その基軸通貨の債券である米国債はとても信頼が高く、その米国債の買い手が必ず出てきて安心して買えるものだよ。なので高い金利で信頼してお金が返ってくるとみんな信じているから、米ドルは金利が上昇すると買われるんだよ。信頼がない場合は金利が上昇すると本当にお金が返ってくるか心配になるので、その通貨は売られるよ。ここで最初の話に戻るけど、今起こっていることは通貨の信認が低下しているよ。通貨は国債と一体と説明しているから、国債の信認と読み替えても良いよ。米ドルはドル決済が減ることで信認が減り、米国債の買い手が減ってきている。さらに財政赤字も問題となり、インフレリスクもあることから、米ドル、米国債の信認が低下しているのは理解できるよね。財政赤字の問題も、米国債の買い手がいれば問題とならないよ。借金を増やしてもお金を貸してくれる人がいる限り問題とならないよ。その貸してくれる人が減ってきているというのが信認の低下につながっているよ。となると、ドル安ということは円高になるのか、そう思った人は今回の話が理解できていない証拠だよ。日本やイギリス、フランスの長期金利も上がってきているんだよ。それはすなわち日本円、イギリスポンド、ユーロの信認も同時に低下しているんだよ。ドルインデックスが上がっていることから、その信認の低下は米ドルよりもひどいということだよ。すなわち多くの通貨の信認が低下しているのが現状だよ。2024年はアルゼンチンペソが米ドルに対しても強かったのは、アルゼンチンが財政健全化し、インフレを克服し、金利を大幅に下げたことと無関係だとは思えないよ。結局、放漫財政の国の通貨の信認が下がってきていること、それも米ドルも例外ではないということだと思っているよ。そう解釈した場合に、去年3月からの上昇は何だったのかというと、脱ドル化やインフレ懸念などの米ドルの信認が徐々に下がり始めた時期だったのではないかと思っているよ。その後も米ドルの信認が戻ることもなく、
ゴールドは高値圏を横ばいに進んでいると思っているよ。では、ここからさらに、米ドルの、米国債の信認が大きく低下した場合のシナリオを考えていくよ。長期金利が大幅に上昇した場合のことだよ。最終的な結論としては、ゴールドの投資に行き着くのだけど、せっかくなので、他の資産についても考えてみるよ。まず、インフレというと、2022年を思い出すよね。そこで上昇したのは原油だよね。正確には、その前から原油は上がっているけど、2022年はエネルギーセクターが強かったので、その印象にあるよね。個人的な考えは、原油が大きく上がるのかはよくわからないと思っているよ。もちろんインフレ再燃ならば原油は買われる傾向にあると思うよ。原油もドルと原油の交換レートだからドルの価値が下がれば原油価格は上がるよ。ただ原油はゴールドと違って実際に利用されるコモディティだよ。原油を使う中国の景気が悪く、さらに前に言ったけど中国は急速に EV 化を進めているよ。原油の消費で大きいのはガソリンなどの乗り物の燃料なので EV 化するとその消費が減っていくよ。一部の話だと2025年が中国の原油需要のピークではないかと言われていて、今後需要が減る原油をみんな買っていくかはよくわからないよ。また米国も政策として原油を増産しようとしていて、供給が不足する感じでもないよ。そんなわけで、2022年が再現するかは、正直よくわからないと思っているよ。株式は、これまでの高金利時代を見てきてわかるように、借金をしている企業は高金利で苦しくなるよ。特に小型株はそういう銘柄も多いよね。地銀は、米国債で損を出しているところもあるので、金利上昇はさらに苦しくなるね。大型株、キャッシュリッチでむしろ金利収入があるような株は一定の状況では引き続き買われると思うけど、大きく長期金利が上昇した局面ではよくわからないよね。債券が大きく売られたところで株が無傷でいられるのかは正直よくわからないね。普通に考えると債券にショックが走ると株にもショックが走りそうだけどね。NVDA のような大型株は資金が避難するのか暴落するのか読みにくいね。ところで2024年は高金利なのに買われたのはゴールドだけではないよね。そう、株式も高金利なのに買われたよね。SP500 は2023年に 24%、2024年に 23% も上昇したよね。普通、金利が上昇すると株式も厳しくなるはずだけど、実際には 20% 以上上昇したよね。過去25年の SP500 の平均リターンは 9.2% なので、2年連続して買われたことになるね。こちらがSP500 の予想 PER のグラフだよ。直近かなり上昇してきているね。これは株価の上昇に対して今後の業績の上昇が追いついていないということだね。結構高くなってしまったけどずっと上がり続けるのだろうかということはよく自問する必要があるね。ところで SP500 が上がっている理由は AI やら大型株がキャッシュリッチとかいろいろ出てきているけど、それだけなのかな。こちらが投資資産の時価総額を表すよ。データがうまく見つけられず同じ年ではないので単純比較はできないけど規模感だけ感じてね。株式と債券は巨大でゴールドはその5分の1にも満たなく、ビットコインはさらにゴールドよりも小さいことがわかるよね。金利上昇ということは債券、特に長期債が売られたということだね。その資金はどこに行ったかというと、もちろん一つは短期債に行ったんだけど、それだけではないよね。株式やゴールド、ビットコインにも一部流れていったと見るべきだよね。
そうなると株式の予想 PER の上昇やゴールドやビットコインの上昇もなんとなく理解できるよね。シルバーはゴールドと連動して上昇する傾向があるので、買われる可能性はあると思っているよ。ゴールドと比較してボラティリティが高いので、レバなしで買うのもありな資産だよ。米国 ETF だとティッカーシンボル SLV があるし、日本の ETF や投資信託でも買えるよ。もちろん商品先物や CFD でも買えるよ。レバなしならば ETF や投資信託も良いかもね。ただゴールドに対して割安だからいつか大きく買われると言われながらずっと上がってこなかったのがシルバーだね。ゴールドとシルバーのチャートを見比べてもらうとわかるけど、チャート的にはゴールドの方が魅力的に映るんだよね。買われる可能性があるけど、ゴールドの方が魅力的かなと思っているよ。仮想通貨ビットコイン。こちらも通貨の信認が低下すると買われる可能性があると思っているよ。通貨と違ってその量は制限されているよ。ただリスクオフで大きく売られたり、なかなか価格の動きが読みにくいところがあるよね。日本だと税金がいまいちなんだよね。早く ETF が出てほしいよね。一定程度買っておくのもありかもね。最後にゴールド。これまで説明した通り、価値が安定しているコモディティだよ。そういう意味では、通貨の信認の低下を一番反映しやすいと思っているよ。歴史的に価値が高いと信じられており、信認が高いよ。ゴールドの生産コストが年々高くなっており、生産量も減ってきており、ゴールドの総量の増加も限定的で、価値が保たれると思っているよ。また、金利上昇による銀行債務問題なんかも、ゴールドの上昇要因になるから、金利上昇の局面では期待だよね。ゴールドといえば、1971年のニクソンショックだね。それまでは、米ドルはゴールドと交換してくれたんだよ。すなわち、米ドルとはゴールドの引換券だったんだよ。ニクソンショックでその交換をやめたよ。その瞬間、米ドルはただの紙になったんだよ。今で言えば、ただのデジタルデータだけどね。紙やデジタルデータは、それに価値があると信認されることによって、のみ価値があるものだよ。その価値もリーマンショックとか信認を下げた時期もあったけど、これまで説明してきたけど、いよいよその信認も地政学問題と財政赤字で揺らぎ始めてきている状況になってきているよ。米ドルは本当に紙切れの道に進むのかの分岐点にいるよ。ドル建てゴールドは2024年に 27% 上昇とかなり大きく上がったよ。それなのでいろいろな会社のレポートで今年はそんなに上がらないのではないかと言っているよ。特に利下げの可能性が低くなってきているので、その影響を考慮しているよ。自分の解釈はこれまで説明してきたように、セオリーとしてはゴールドの下げ要因が出てくるかもしれないけど、米ドルの信認の低下は今年さらに進んでいき、それによってゴールド価格が上がると見ているよ。特に財政赤字の問題やインフレ再燃の懸念、金利上昇による地銀や他のリスクイベントなど、そういったもので今年も上昇すると見ているよ。ゴールドの投資方法だけど、これはゴールド投資の基本の動画をよく見てね。ETF でも投信でも商品先物でも CFD でも好きな方法で投資すれば良いと思うけど、個人的なおすすめはこの2036金先物ダブルブルだね。ゴールドって見ているとわかるけど、ボラティリティが低いのでレバなしだとインデックス投資家には良いけど、トマトチャンネルを見ているような一発を狙っている人にはかったるいよね。レバ2倍でそこまでボラティリティが高いわけではないけど、それでも値動きが2倍になるので上昇局面では期待できるよね。2036は
ドル建てではなく円建てゴールドに連動するので、最後に円建てゴールドのチャートを見ておこう。前多としては途中横ばいの期間が長いけど、2019年以降はずっと右肩上がりだよ。昨年はドル建てゴールドの上昇と円安が同時に進んだので 41% も上昇したよ。普通は円安になるとドル高なのでドルインデックスが上がり、ドル建てゴールドは下がる傾向にあるけど、この動画で説明したようにそれに逆行して上昇したよね。その結果大きな上昇となったよ。41% はレバ2倍の上昇ではなく、レバなしの円建てゴールドの上昇だよ。2036は2024年は 91% の上昇だったよ。すごいね。言い換えると、日本円は信認が低下し、41% も価値が下落したということだね。インフレも進んだしね。それじゃまた次回。みんなのコメントも待っているからね。バイバイ。